こんにちは、たかしです。本日は10月29日土曜日、週末ですので、来週10月31日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初に少しだけお知らせをさせてください。ポストプライムという SNS でプライム投稿という有料投稿をしているのですが、それを11月1日から値上げをします。もしまだ気になっていてお試しされていない方は2週間の無料期間がありますので、10月31日までにプライム登録をお願いします。現在の料金でプライム登録をしていただきますと、値上げ後も今の料金が適用されます。無料期間を試してみて合わないなと思えば解約すれば結構です。FX のスキルアップにご利用ください。詳細は概要欄からご覧ください。まずは週足です。今週の週足、大きな陽線となってきてます。そして明確なのが先週の週足の高値を抜けてきているところですね。先週は上髭の実体が小さい陰線となっておりましたので、ここを抜けられるかどうかっていうところで、この辺でレンジになる可能性もあったんですが、今週の週足はその先週の髭先も抜けてきておりますので、強い上昇トレンドに入っていると考えられます。で、現在のターゲットなんですが、一応この辺ですね、この過去の下落のここです。戻り高値175円っていうところにこの赤い太いラインを引いているんですが、次、今の現在地がこの辺なので、次の目指してくるところはもうここなんですね。で、一気に175円まで上げてくるかどうかっていうのはわかりませんが、ターゲットとしては175円を目指して上昇していくのかなという感じですね。ただ、このエリオット波動をですね、ここ1、2、3、4、5と描いていたんですが、この5波が一旦終わって下落したと考えていたのですが、もしかしたらまだ5波が継続しているのかなという感じも受けますので、175円ぐらいでは大きめの下落に入っていく可能性というところも考えておきたいです。現在ストキャスティクスは強めに上昇中、ただ高値圏にありますので、どこまで上がるかがわからない。つまり逆に言うと、いつ下落してくるかがわからないっていうところ。ただマックディがかなり強く今上昇してきておりますので、もうしばらく上昇が続くのかなという、そんな印象です。では、日足です。日足はこの緑のボックスを今明確に抜けてきましたね。昨日まではここで揉み合っておりまして、ここからどうなるのか。ただ高値圏に張り付いているので上抜ける可能性が高いというところだったんですが、なんとか昨日抜けてきました。で、ここからなんですけれども、この揉み合いですね。ここ、今年の3月ぐらいから揉み合っているんですよね。で、この前ですけれども、ここですね。この揉み合い。ここは2021年の3月から2022年の3月、約1年間ここで揉み合ってまして、そこからの上昇でかなりの値幅が上昇しているのがわかります。そう考えると、これだけ揉み合ったっていうことは、ここからかなり上昇していくんじゃないのかなというふうにも考えられます。この前回のこの上昇みたいにこんな急激な上昇するかどうかわかりませんけれども、この揉み合った値幅分だけは上がっていくんじゃないのかなと。そう考えると、先ほどのターゲットが175円なんですが、もっと上昇してもおかしくないのかなという感じですね。175円っていうのは一旦の戻り高値に過ぎませんので、ここは通過点になってくる可能性が高いです。で、今まで揉み合ってたのはこの白ライン 61.8% となってますが、これ月足とか週足に当てたフィボナッチリトレースメントなんですが、次が 78.6%、ここなんですね。180円付近ですね。なので175円っていうのは一旦の反発をするとは思いますが、最終的にはここを目指してくる可能性もありますので、その辺を考えてトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。では4時間足です。4時間足ではなんとなく地利高な印象ですね。ここに逆三損を描いているようにも見えます。で、そこからの上昇で、しかも GMMA にサポート、そしてこのオレンジのトレンドラインで綺麗に上昇してきてますよね。で、今はエリオット波動、前回描いていたのが1、2、3、ここを4波、そしてここが5波と考えていたのですが、もしかすると今5波進行中かなというふうにも考えられますので、その場合はここ全体が4波というふうに考えます。で、そう考えると、前回の上昇はここでの1、2、3、4、5波という、この大きなエリオット波動の3波の中にエリオット波動がフラクタルとしてあったという考え方もできますので、じゃあ現在5波進行中ならどこまで行くかというところですが、やはり一旦は175円付近、この辺にラインが通ってるんですけれども、この辺付近を目指してくるのかなと考えます。ただですね、今ストキャスティクス高値圏にありますので、ちょっと今ここからのロングエントリーは怖いかなと、一旦の押しを待ちたいところですので、今じりじりと上昇して、昨日は陽線が連
連続で出現してますが、一旦の押しを待ってまだトレンドライン付近、もしくは1時間足とか4時間足の GMMA に接触した付近からの押し目買いっていうのを次は狙っていきたいかなとは考えます。MACD に関しては今ゴールデンクロスはしてますが、あまり方向感を感じませんので、現時点ではちょっとわからない。ただ基本的にはここ高値を超えてきてますよね。前回もこの日足のボックスがここにあったんですが、その高値を超えてそこで揉み合って、一度押しはつけましたけれども、そこからの上昇。で、高値を少しずつ更新してますよね。ここで更新。で、今も更新してきてますので、基本的には上昇していくという考えでいるのがいいと思います。こういうところで逆張りすると、先ほど日足も言いましたが、かなり上昇していく可能性がありますので、ショートを狙いたい場合は必ず損切りを置いてというところですね。基本的には今4時間足の GMMA も上、そして日足も上、で1時間足も上というところで順張りで従っていくのがいいと思いますので、1時間足の GMMA や4時間足の GMMA に押しをつけたところを狙っていく。そこでトレンド転換、小さくトレンド転換が起こるところを狙っていくっていうのが安全です。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら、今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですので、お早めにどうぞ。では1時間足です。1時間足単位ではもうよくわからない状態なんですが、基本的にはこういった上昇トレンドを描いているのがわかります。今 GMMA、この辺で収束してましたが、再び上昇してきてますので、次この GMMA に接触するあたりっていうのは押し目買いポイントになってきます。で、この過去の高値ですね、この辺。とか、今、ここをずっと意識されていた、この黄色のボックスが意識されてまして、そこを上抜けて、そこで一旦下げ止まりを見せたんですが、一度下抜け、そしてまたボックスの中に戻ったんですが、ボックス中央付近で、今度は下げ止まって、そこからの上抜け、というところで、今また再びボックスを上抜け、そしてこの直近の高値も上抜けてますので、まずはこの直近の高値付近、つまり GMMA 付近ですね。この辺まで下がってくるのを待って、そこから反発の兆しがあれば、そこからのロングエントリーっていうところで狙っていくのがいいのかなと。もしくはこのオレンジのトレンドラインですね。これ4時間足に引いていたんですが、その辺付近まで下がってきたところ。で、週明け、もしここから上昇した時は、一度この GMMA に戻ってくる、もしくはこのオレンジのトレンドラインぐらいまで戻ってくるのを待つのがいいと思います。今結構ポンドが強くって、ポンド円は上昇しているのですけれども、やはり基本的にクロス円がすごくやりにくいなという印象がありますので、無理なトレードはしないに限りますね。今、ポンド円は上昇トレンドをきれいに描いてきつつあるんですが、ただ GMMA に沿ってトレンドができているわけじゃないのでね、4時間足の GMMA も微妙な感じなんですよね。一応 GMMA には沿って上昇はしてきているんですが、1時間足はちょっとわかりにくい感じ。この GMMA でサポートされても綺麗に上昇しきれなかったっていうところがあります。今高値を更新してきたので、もしかしたらここからは綺麗に上昇していくのかもしれませんけれども、わかりにくいところではトレードしないっていうところをルールにやっていけばいいかなと思ってますので、今ポンド円はわかりにくい動きをしているんだっていう前提でトレードしていくのがいいと思います。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。